皆さんこんにちは。ネットフリックスで6月はいくつかの韓国ドラマが配信予定です。現在配信中の作品と合わせてご紹介していきます。このチャンネルでは登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行きましょう。まずは今週土曜日これから配信予定の未来のソウルのご紹介です。この作品とても楽しみにしていました。パク・ボヨンが全く性格の違う双子の二役を演じるというもの。パク・ボヨンはコミカルな演技からシリアスな演技まで演技の振り幅が大きく、見ているといつも彼女の演技に引き込まれています。未来のソウルのあらすじは、同じ顔を持ちながら正反対の性格で全く異なる人生の道を進む双子の姉妹ユミジとユミレ。人生に行き詰まった2人は思いがけない出来事をきっかけに互いの人生を交換することに。新しい環境に戸惑いながらも2人は次第に本当の自分自身と向き合っていく。ストーリーだけでもう面白そうな予感がします。パク・ボヨンが正反対の性格の双子を一人二役で熱演。金髪のユミジと黒髪のユミレ、異なる見た目に変身するパク・ボヨンにも要注目です。その他にミジとミレの高校時代の同級生でソウルで大手ローファームの弁護士をし、完璧な外見と立ち振る舞いの裏で10代の頃に負った大事故の後遺症と戦っているイ・ボス役をパク・ジニョンが演じます。未来のソウルは今週土曜日の5月24日から配信予定です。次にご紹介するのは配信が始まったばかりのタングムです。なんでイジェウクってこんなに時代劇姿が素敵なのでしょうか。最初からその美しい佇まいにやられてしまいました。同名の小説を原作とするタングムは朝鮮の巨大商団の男主シム・ヨルグクがシバジ家の跡継ぎとなる男子を得るために子供を産むための女性を雇うことから得た娘 J と正室夫人から得た息子本蘭の話を盛り込んだミステリーロマンス時代劇。 J にとって本蘭は全てをかけて守りたい腹違いの兄弟血縁だ。しかし本蘭は8歳の時に跡形もなく消えてしまう。その後 J が20歳を過ぎた頃、必死に探していた本蘭が鳥肌が立つほど見慣れない姿で現れ、緊張感のある展開が繰り広げられる。姉役のチェボアが弟を思う気持ちの中で突如現れた弟を直感で違うと感じながらも信じたい気持ちに引きずられていく複雑な心境を見事に演じています。また愛とリとのチョンガラムが J を一途に思ううちのつながらない兄役で出演しています。見始めると一気に物語に引き込まれていきます。並外れた剣士のイジェウク演じる偽の弟が姉にどんどん惹かれていき、自分の立場に矛盾しながら姉を守る様子は本当に魅力的です。次にご紹介するのは2022年のヒット作ソン・ジュンギ主演の財閥家の末息子です。あらすじ、財閥一家のリスクを管理する秘書のユン・ヒョヌソン・ジュンギが自身を殺した財閥家の末息子チン・ドジュンとして生まれ変わり、成長して復讐するストーリーを描くファンタジードラマだ。激変の80年代を背景に繰り広げられる緻密なミステリーと陰謀、想像を絶する継承争いとキャラクタープレイが見もの。生まれ変わっても過去の記憶が残っていて、しかも自身を殺した家の息子に生まれ変わるなんてあまりにもドラマティックですね。前世の恨みを果たすのか、今世の人生を生きるのか、自分ならどうするかなって考えてしまいました。イ・ジュンギの一人二役にも注目です。またイ・ソンミンが演じるチン・ヤンチョルは韓国財界の頂点に君臨するツニャングループの創業者で、冷徹かつ計算高い人物で、ソン・ジュンギ演じるユン・ヒョヌとのせめぎ合いは見ものです。次にご紹介するのは2021年王女ピョンガンです。6月1日よりネットフリックスで配信予定です。国に人生を捧げた王女と彼女に自らの命運を託した将軍の純愛を描くロマンス時代劇です。
あらすじ。王様を脅してまで塩の専売権を奪ったウォンピョ将軍は王妃が視察へ出かけるのを聞き、ある計画を立てる。王妃は将軍で寸の部族長のヒョプと会い、ウォンピョの横暴ぶりを暴露する。王宮で陳王妃から若い王妃に関する噂を聞き動揺する王様だが、戻ってきた伝書鳩から王妃がオルガン僧侶がいる寺に行っていたと聞きます。嫉妬に狂った王様から王妃の命を奪えと命じられたウォンピョは、謀反の疑いを掛け曲率いる寸の部族を襲う。お前が謀反を認めれば部族を助けると言われたヒョプは部族のために命を落とす。一方、ヒョプの息子オンダルと逃げた王女ピョンガンは助けを借りて崖を登りきるが、縄が切れたダルは落下してしまいます。どうにか寺までたどり着いたピョンガンは、王様父親が刀を振り回してる姿を見て驚く。ピョンガンは8年間、記憶をなくしガジンという名で刺客になっている。女王ピョンガンを演じるのは、子役から活躍しているキム・ソヒョン、相手役の将軍を演じるのがナイヌです。次にご紹介するのは、2021年のイ・ドンウク主演のバッド&クレイジー、6月1日から配信予定です。有能だが悪いやつである警察官のスヨルが、正義だがクレイジーなやつであるケイと出会い、警察の腐敗を暴いていく物語。イ・ドンウクが出ている作品はいい作品が多く、イ・ドンウクも韓国でもトップクラスのビジュアルと実力を兼ね備えた俳優です。あらすじ。野心家のケーブリュスよるイ・ドンウクは自らの利益と成功のためならば多少の悪事も厭わない。学歴もコネもなく、ずる賢さを武器に出世競争を勝ち抜いてきた。しかしある日、彼の前に謎の男警備ハジュンが現れる。K は何をしでかすかわからないクレイジーな破天荒さと度を超えた正義感の持ち主で、まさにスヨルとは真逆の人間。K が現れてからスヨルの出世計画と人生は大きく狂い始めるのだった。ある町でシングルマザーが子供を置いて失踪する事件が発生。単なる家出ではないと察した警察官をビョンテチャハギョンがスヨルに掛け合うも、スヨルは事件を軽視し、うやむやに終わらせようとしていた。しかしその夜、スヨルがひどい頭痛にうなされ目覚めると、なんとそこは失踪した女性の家。そしてスヨルの隣にはヘルメットをかぶった K が立っていて、シスターズやイカゲームのウィハジュが K を演じます。イ・ドンウクとのコンビが見ものな物語です。最後に、ドラマではありませんが、とても面白いので悪魔の計略もご紹介します。韓国発のリアリティ番組悪魔の計略は、インフルエンサー、アイドル、俳優などさまざまなフィールドで活躍する著名人が集結し、豪華賞金を目指して頭脳サバイバルゲームに挑戦する番組です。ただいま悪魔の計略2が配信中ですが、頭脳サバイバルを繰り広げる中で人間の弱さやあざとさ、また強い意志など、その人の人生が垣間見られるシーンが盛りだくさんで、ドラマのように胸をざわつかせながら見ています。お時間あればぜひ楽しんでください。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。